こちらのシティタワーでだいぶ国分寺の街並みというのはですね、変わってきている状況でございます。国分寺といえばボクシング世界チャンピオンの輪島功一でおなじみの団子の輪島がございます。こちらが国分寺殿ヶ谷庭園の湧水源となっております。渋いね、洋食富士ランチ。ここからちょうど眺める景観っていうのがこの池のところですね。素敵な眺めです。お鷹の道でございます。日暮らしが鳴いてますね。こんな広い公園が国分寺にあるんですね。あ、これはいいですね。あ、こっちの方が冷たいですね。次は三田サーブに停まります。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。JR 東線ご利用くださいましてありがとうございます。3番線の電車が次は三田サーブに停まります。はい、どうも皆さんこんにちは。座れる休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、東京都国分寺市国分寺駅に来ております。こちらの国分寺駅はですね、東京都の中心、重心に位置しておりまして、藤本90度公園というところにですね、東京都の中心とも言われる場所がございましてですね、東京都のおへそに位置しております。国分寺駅でございますけれども、路線としてはですね、JR 中央線、西武国分寺線、西武多摩湖線の3路線が利用できる駅となっております。こちら新宿までおよそ33分ぐらいですね。東京駅はおよそ49分ということで、だいたい東京も50分ぐらい切るね、ところに位置しております。吉祥寺、新宿、東京といったエリア1本で行けるっていうのは一つね、メリットでございますね。でまた JR 線でございますけど、こちらは中央特快並びに通勤特快といった優等列車止まります。あとはネックスも通りますね。成田エクスプレスも停車いたします。こちら通勤特快ですと国分寺の次が新宿となりますので、よくこの辺のマンションとか売り文句ですと通勤特快利用で新宿まで一駅で行けるといったですね、そういったね文言を見ることがあると思うんですけども、通勤特快はですね、朝7時台に1本あったかと思うんですけども、結構混むんですね。通勤特快結構狙ってる人多いので、例えば新宿ですと通勤特快で5分ぐらい短縮できますかね。で東京駅ですと7分ぐらい短縮ということで、実際のところは中央線の快速列車がたくさん走ってますので、そこまでですねスピーディーにね、都心の方アクセスできるってわけでもないんですよね。停車駅は少ないんですけど、はい。続きましてこの西武線でございますね。西武線はですね、これ多分国分寺来てね路線図見た方びっくりされるかと思うんですけどもね、西武線がもう縦横無尽になんていうか斜めに走ってたり縦に2本なんか並んで走ってたりで、なんかごちゃごちゃしてよくわかんないなって多分ね、思うかと思うんですけど、これね歴史があるんですね。確かにこの路線図見ますとね、西武国分寺線と西武多摩湖線、これがですね並行してまっすぐ北の方に伸びてるんですね。これは何でかというとですね、 JR 線でございますけど、もともとは1889年ですね、後部鉄道として新宿から立川間、こちら旅客運転が始まりました。その後ですね、西武国分寺線の前身とも言えます川越鉄道がですね開通したんですね。で川越鉄道というのはですね、川越にね集まった各種物品ですね、それを都心の方ですね届けるためにですね、鉄道が設けられたわけでございますけれども、それをですね、川越鉄道は、この国分寺方面にですね、線路を作ったわけですね。もうなんで国分寺側経由したかというとですね、やはり沼とかですね、川とかですね、そういったところをやっぱり、鉄道を敷設するとなるとそれなりに工事費がかかりますので、そういったところをなるべく、避けてですね、線路を引いたということで、もうこれは結構ね西武鉄道の路線図見るとですね、大きな川を越えるようなですね鉄道網っていうのは引いてないんですよね。一部入間川で川を渡ってるんですけど、基本ねそういうとこ避けてね鉄道敷かれてると思います。はい。ということで川越鉄道がですね国分寺に繋がったんですね。でその後ですね
西武グループの国土というですね、不動産別荘開発なんですかね。そういった前身の会社がですね、小平のところですね、一橋学園、学園都市あたりをですね、住宅の整備を行ったんですね。住宅の造成を行ったんですね。この小平のですね、住宅地、そこをですね、売るためにですね、こちらの国分寺から小平の方に結ぶですね、西武多摩湖線というのがね、作られたわけでございますね。で、西武多摩湖線、他にもですね、武蔵小金井から北の方に行った小金井公園の桜、あそこは桜がね、美しいところですけど、そういったところもね、観光路線としてもですね、西武多摩湖線というのがね、作られたわけでございますね。はい。でそういったですね、いろいろ経緯を経ましてですね、最終的には、川越鉄道とかですね、もろもろ、西武グループに吸収合併されまして、今のですね、西武線の路線図、ちょっとごちゃごちゃした感じになってるんですけどね、そういった経緯がございます。で、国分寺駅ですね、乗降客数で見ると、JR 線とですね、西武線あんまり変わらないというか、むしろ西武線の多いぐらいなんですよね。実際ね、やっぱり西武線を使ってですね、国分寺で中央線乗り換えるという、そういったニーズが非常に大きいですね、こちらの駅となっておりますね。はい。で、ちょっと、ベラベラ話したんですけども、早速ですね、お散歩してみたいと思います。国分寺駅は北口と南口ありましてですね、まずはこちらのね、北口の方のから行ってみましょうか。私が2017年ぐらいですかね、一回ちょっと動画を撮ったんですけども、そこからまた国分寺様変わりしてると思いますのでね、今回リメイクということで撮らせていただいております。ミーツっていうのがね、できましたね。こちらのね、ミーツって書いてあります。これはですね、ミーツって埼玉の100均じゃないですよ。違いますからね。はい、ミーツってのです。はい、こちらはミーツでございますけど、こちらはですね、後でちょっと紹介するんですけど、2つ大きな、タワーマンション建ってます。シティタワー国分寺ツインウエストイーストっていうところですね。で、こちらのね、タワーマンションなんですけども、当時ですね、結構話題になりました。2018年ぐらいはホットでしたね。というのも、坪単価が凄まじくてですね、こちらオークションっていうかもう最安値が8000万ぐらいかな。8000万から1億9000万というですね、なかなかのね、オークションでございます。国分寺駅直結っていうのもあるんですけどもね、はい、そんなオークションがね、誕生したわけでございます。で、そこの、住居エリアの下がですね、このミーツということですね。ここは他にも国分寺プラザっていう公共施設が入ってまして、あとはその屋上広場っていうのがね、あるんですね。で、屋上広場、私の座れる休憩場所検索というサイトで紹介してるんですけど、結構ですね、のびのびとくつろぐことができるようなね、広いね、テラスみたいになってるんで、おすすめかななんて思ってますけど、はい。で、ミーツのテナントなんですけど、結構ちょっとね、変わってきてますね。マックとかスタバは変わらないんですけど、セリアができたりとかですね、最初書店が入ったんですけど、アパレルショップとかも少し変わってますよね。2018年からね、2年間で。はい。で、こちらのスターバックスはですね、こちらの上に上がったところあります。この右に見えるのはマックなんですけどね、こちらのね、左側がね、スターバックスで、スターバックスもし行きたいときですね、ちょっと裏技なんですけど、ここの箱根ベーカリーの横の、こちらの、この階段利用するとね、スターバックスまですぐ行けますんで、ここ普通に使っていい階段なのでね、はい。ちょっとした裏技です。で、こちらはですね、クイーンズ伊勢丹入っていますので、三越伊勢丹系列の、商業ビルと、考えてよろしいと思います。はい。あとはうどんのボンタとか、サボンございますね。で、ここの国分寺プラザですね、リオンホールっていうのは、ございまして、ここちょっとしたホールになってますのでね、何か所でイベントコーナーとできると思います。あと市民サービスコーナーということで、カフェもありますね。はい。もともとカフェは、なんだろうな、コワーキングスペース、なんていうかな、学習スペースみたいにね、結構学生人気だったんですけど、ちょっとですね、カフェにね、変わったっていうね、そういった経緯がございます。はい。こちらミーツは、あと、ベーカリーの神戸屋も入ってまして、下ですね、スーパーマーケットありますので、駅近のスーパーマーケット、まず一つね、覚えておくといいと思います。はい。ということで、こちらのね、国分寺駅、北口出ました。こちらのですね、駅北口側、ちょっとぐるっと見てみるとね、こんな感じです。はい。で、こちらの国分寺駅方面ですね。こういうふうにね、繋がっております。はい。で、ここの駅前ですね、ちょっと今ごちゃごちゃしてるんですけど、これがですね、北口の交通広場ということで、これが、今整備中です。完成イメージはこんな感じですね。
うん。令和2年12月末にね、この駅の交通広場で行きますので、また少し変わるのかなっていう感じですね。北口の方はですね、スーパーの西友がございますね。西友とかピカソ、ドン・キホーテ系列、ございます。あとは、こっちの方まっすぐ行くと工学部の方ですかね。そっちの方にも行けるんですけど、うん。どうしたかな、歩きますか。真正面に見えますよね、ダイソーですね。ダイソーは、2階の方に外階段上がっていくんですけど、ね、そんな感じですね。で、あと、ここの、スーパーマーケットの下はね、パチンコモナコになってます。僕パチンコしないんでよくわかんないですけどね。はい。といったところで、ですね、実際こういう、見えますでしょうかね。タワーマンションありますね。ここが要は、どっちかな。こっちのね、上にもね、国分寺ウエストとかでタワーマンション見えますね。ここはだから、一番てっぺんが1億9000万の部屋ですから。ね、山手線の内側並みの、坪単価でございますね。はい。ということになります。で、ここ、飲食チェーンですね。吉野家、あと KFC、といったところ。あとは、ここからファイン、サンドラッグですね。で、あと、このまっすぐ行くとですね、こちらの、本田2丁目方面、こっちの方でもですね、隠れ家的なっていうか、ちょっとした個人店もね、見えてきたりします。途中に100円ショップ、キャンドゥかななんかあった気がしますけど。じゃあちょっとブラリーしますね。いつも前半結構喋りすぎちゃうんで、ね、後半体力切らさないようにしないとと思ってます。はい。で、ここですね、国分寺イーストですね。イーストのここの1階のところはウェルシアと、あと、天屋とかね、入ってるんですけど、このウェルシアの調剤局があります。で、ここの右側ですね、ここずっとペデストランデッキっていうかな、そう、デッキに繋がってまして、ここずっと歩いていけるんですね。あと、こっちの方からちょっと、ブラブラ行きます。北口カフェ、ありますね。おしゃべりしたり、ぼーっとしたり。なかなか内装がおしゃれな感じにしますね。スシローが地下にあるんですね。結構珍しいですね。この地下にスシローがあるってなかなか見ない商業形態ですね。はい。で、ここの、国分寺イーストね、2階なかなかテナント入らないなと思ったら、ようやく入りましたね。国分寺内科とですね、あとは、クリニック関係ですかね、入りましたね。その上はね、オフィスになってるみたいなんですけど、あとは、アクティ国分寺って書いてあるけど、はい。で、ここが声優ですね。もともとここにスターバックスがあったんですけど、スターバックスは、ここ、あれですね、ニーツができてそっちの方にね、移動されました。はい。ここの声優は結構もう、長いですね。もう国分寺長くね、営業されている声優でございます。上の方におもちゃ売り場とかもね、まだあります。最近声優はもうだいぶ縮小してきて、スーパーマーケット化してますけど、ここはちゃんと4階までいい食事まとめて買い物できるね、そういったフロア、ございますね。はい。あとは、日高屋と、ピカソですかね。あります。ここの、右の方行くと、ここは駐輪場になってまして、駐輪場から直接このデッキにね、行って、国分寺駅までね、アクセスできるといった形になります。はい。ピカソってなりますね。ここはC から2時まで営業の激安のね、電動ということで、ね、ちょっとドンキホーテちょっと小規模版って考えればいいのかな、って感じですかね。あとは定食屋の、だるま屋。なんか、いい感じですね。だるま屋の定食、結構ですね、焼肉定食とがっつり系もありますし、肉野菜。720円。結構なんか、いいですね。サバ焼きは700円ってありますんで。こういうとこあるんですね。そんな感じです。はい。で、ちょっとね、不動産見えたんで、紹介しましょうか。ですね、国分寺学生が多いですね。ということで結構ね、アパートはですね、家賃相場もね、抑えることができます。4万円、5万円台が結構ボロボロありますんで、中央特会が止まる割にはね、家賃相場はお得かなと思います。ちょっと後で紹介するんですけど、その回坂が多いですから。ね、はい。学生街といえば、ここまっすぐ行くとですね、早稲田実業ですね。双実って言われたりするんですけど、早稲田実業中高が、ありまして、あとはその先行くとですね、東京学芸大学ございます。
まあちょっとこの辺ブラブラしましょうか。ツタヤがあったりとか、あとはこっちの方は、キャラクター屋台っていう、居酒屋さんですかね。居酒屋さんがありますと。いった感じ。タイ料理ありますね。コーヒーサーダ付き770円とか。で、ここの、ストーリーですね。うな太郎。あ、いいですね。うな太郎、うなぎ食べたいな。もう結構街歩きしてると、スタミナが最近切れてきたなと思って。うなぎ食べたいですね。はい。うな丼。うん。今時なんと、うな太郎。いいね。という形になります。はい。で、ここの、大学通りって書いてありますね。ここ、まっすぐ行くと国分寺街道も使うんですけどね、東京経済大学も近いので、まあこの辺は学生やっぱり人気のね、飲食店多いかなって気がしますけど。はい。シシカリってことでココナッツカレー屋さんですね。ココナッツ、カレー、チキンカレー、ワータマチキンカレー、チキンスペシャルカレー。うん。結構なんか、雑誌とかも載ってるんでしょうかね。外観がなんかおしゃれな感じで良さそうな雰囲気です。あと、つけ麺ですね。ここも結構人気ですね。このつけ麺もね。居酒屋ペコリ。アヒージョしてますね。ありますと。で、あと、立川マシマシってこれなかったですよね。これあれか、マシマシ系のインスパイア。もうでもマシマシ系はね、胃がもたれちゃって僕食べれないな。はい。あと、ここの、洋食屋さん、本日の気まぐれメニュー。うん。無国籍料理の居酒屋です。あとはこの、まあ、ビジネスホテルね。この味の名店街。ここほんと前からいい味出してますよね。うん。ずっと残っててほしいなと思います。はい。名店街はね、剛腕と、あと餃子酒場とタンタンっていう感じの、ラインナップでございます。はい。こっから入り口で、ここは居酒屋さんですかね。はい。結構もう年季入ってますよね。うん。こっちもビジネスホテルか。電話。千成ホテルです。うん。ここは餃子酒場。ここもなんか前、もつ鍋系じゃなかったけど、お店変わってきてますね。はい。ビジネスホテル千成の名店街、看板です。こういった感じで、中央線もね、見えていると思いますね。はい。国分寺駅、外観、こんな感じです。右目のね、シティタワーでございますけど、左手側にね、丸いとかセレオがあるんで、そっちはまた後で行ってみたいと思いますね。はい、ちょっとビジネスホテルからですね、こちらの、双日の方、早稲田実業の方にちょっと来てるんですけど、ここ見えますでしょうかね。ここは国分寺街道になっています。今、国分寺本田1丁目におりますね。で、こちらのですね、国分寺街道をまっすぐ行きますとですね、ホームセンターのね、オリンピックがございます。その近くにですね、情報通信機構 NICT っていうのがあります。日本の標準時刻をね、作っているところでございまして、国内2カ所の送信所からね、送信されております。平日ですとですね、NICT のね、見学もできまして、見学の際には周波数標準機とか、そういったですね、各種、機器をですね、見学することができます。あとは翻訳機のポケトークといったそういったデバイスにもですね、NICT が作った、アプリかなんかがですね、組み込まれているといった形になります。じゃあお散歩の続きです。ここはレオネドーナツっていうドーナツ屋さん売ってますね。油で揚げないヘルシーなドーナツっていうと、いいですね。国分寺土産でね、ご好評いただいてますって書いてます。レオナドーナツ。可愛い外観のお店ですね。
ミルクティーとかチョコチップとかいろんな種類のね、ドーナツ売られております。あと、この辺にもですね、そうですね、居酒屋さんとか小料理屋とかありまして、ね、なかなか変わったお店があります。あとはですね、こっちのちょっと声優の方にね、今向かっているんですけど、ここは大衆酒場とか、あとは、ダイニング、隠れ居酒屋ですかね。まあちょっとそういったところございます。あと、恵比寿屋グリルとか、結構国分寺はそういった個人居酒屋とかね、そういうとこが多いんで、結構楽しいと思いますよ。あとこの鳥そばのムタヒロ、これは西国分寺にもありますね。ムタヒロ2号って書いてあります。あ、結構あちこちあるんだ。知らなかった。ですね、ベトナムのお家にもあるんですけど、国分寺と、あとは、国分寺がやっぱ多いですかね。拝島にもあるんだ。錦糸町にもね、中華そばありますと。いった形で、こんなに店舗多いとは知らなかった。鳥そば関係ですね。鳥そばといえば、浦和駅にある、鳥そば一茶。あそこは結構好きなんですけど、最近行けてないな。あと、鳥とサワー。なんかいい感じですね。こういったやっぱり、ちょっと小粋なお店が多いんですね。国分寺楽しいなと思います。はい、シティタワー国分寺ツインウエストイーストになります。こちらのシティタワーでだいぶ国分寺の街並みというのはですね、変わってきている状況でございます。はい、ちょっとですね、通りに出てみました。なんか正面に見える、ピザ屋さんですかね。これ、なんだか良さそうな感じですね。テラスになってまして、中は結構、奥に続いております。女子会とか結構やられてますね。僕の好きなクワトロフォロマッシュとかね。あとは、マルゲリータとかもあるんですけど、サーロインとか、お肉系もやってるみたいですね。こっちの通りも、ちょっとずつね、お店があるんですけど、これが焼肉井上か。井上三昧弁当、サーロインステーキとか、ある感じですね。この辺にもなんか隠れ家的なね、いいお店いっぱいありそうですけど、ね。こういったイタリアンレストランも、ございます。なかなかおしゃれですね。イタリアンレストラン。本日のパスタ、ピッツァ。こういった感じで、ね。店とか、あとは、これなんでしょうかね。これハンバーガー系ですね。ミートソース、テリヤキハンバーガー。いいですね。ハンバーガー系は最近やっぱ増えてますよね。こういった感じのね、マスタードソースのね、ような外観のお店です。居酒屋さんとかですね。あとは、なんか甘物ありました、甘物。クレープなのかな。これ美味しそうですね。フローズミックスベリーミルクとか、ビターコーヒーフロート。これすごい美味しそうじゃないですか。いいな、氷。もう暑くて食べたいですね。食べながら歩きたいけど動画撮れない。ね、クレープもあるんですけど、でも大体ワンコインとかで食べれますし、ね、結構いいですね。ここカフェバーなんですけど、そういったフローズン系とかいろいろですね、クレープやられてるお店で、いいですね。国分寺やっぱ面白いな。ここは讃岐うどん、いりこ。讃岐うどん、ここは、自家製麺、香川から取り寄せてる2種類の粉をブレンドして作ってるって、書いてまして、これ製麺してますって書いてますね。いいですね。特製豆乳うどんとかね。いいな。国分寺やっぱ開拓すると良さそうだな。渋いね。洋食富士ランチっていうお店が見えてきました。いいですね。鶏の唐揚げ定食、ハンバーグ、ピーマンの肉詰めってなかなか外食で食べれないですよね。これはいいな。これ行きたいな。ポークソテーとか。ね。老舗のね、富士ランチというところでございますね。あとこのフルーツパーラ
ここはどう？ここもなんかこだわりありそうですよ。喫茶店になってるのかな。ぜひ訪れてみて良さそうなところです。この辺の本田エリアは、結構やっぱこういったお店が多くてですね、面白いですね。ここ結構ね、バスとか車意外と多いんですけど、本田2丁目北交差点あたりですね。ちょっとじゃあまた、駅の方戻ってきますかね。クリーニング屋さん。こう、なんだか派手派手系の、設備屋さんですね。富山設備工業、水道工事お任せ。あとはここにエニータイムフィットネス。あとサイゼリアですね。はい。本格インド料理。こう担々麺の専門店でしょうかね。クレイ。担々麺食べてないな。汁なし担々麺。担々麺といったら神田のほうき星ですかね。食べてないな。はい。こちらのですね、国分寺駅北口の交通広場でございます。こちらの交通広場が令和2年にですね、整備が完了しまして、このバスロータリーとしてね、再開されると見通しになっております。はい、冒頭の方でね、国分寺をちょっと紹介したんですけど、ここのちょうど見えますでしょうかね。ここの屋上です。ニーツの。ここはですね、国分寺ウエストのところなんですけど、ここはですね、屋上のね、広場になってまして、ここは人工芝か芝が引いてあって、あとベンチが置いてあるですね、ここ結構ね、休憩のおすすめなんで、ぜひね、訪れてみてください。ちょっと北口のね、少し一本通り入ってみたんですけど、この辺はスナックとか、串焼きかな？あとはナイトレストラン。とか、あとこれは、生春巻きとか、パクチーの盛り合わせ食べれるとこ。こういったお店もあります。アジアン料理。こっちはあんまり来たことなかったな。こちらがね、スポーツ用品店。で、レトロな感じの、外観のお店でございます。ちょっとこのまた一本裏路地入ってみますかね。ガラージ。これは家の上のカフェっていうカフェもあるみたいですけど、バーみたいになってますね。ここは上は住居なんで、1階を改装してお店やられてるんでしょうかね。大人の食堂白星。カニ汁、あら汁、豚キムチ食べ放題。刺身盛り合わせいいですね。なんか綺麗ですね。落ち着いたような感じです。この辺は、あれか、ガールズバーとか、ツーショットパブとか、そんなのがありますね。ちょっと古くから残ってそうな、いろんなスナック関係ですかね。萌えモード。もう萌えって言葉は最近聞かないな。ね。メイドガールズバーだって。システム。こういうお店まだっていうか普通にあるんですね。ちょっとスナックとか、ね。ここ初めて歩いたな。ここなんか、恵比寿屋ってなんか、すごいおしゃれそうなんですけど、なんかいろんなね、日本酒が楽しみみたいですね。お作り盛り合わせとかね、あるんですけど、なかなか、おしゃれそうなね、外観の。はい。北口もね、ここ通りのところね、カフェジュルジュサンク。美味しいコーヒーどうですかっていうことです。なんか、ケーキ置いてありますね。
ここでお好きななんかケーキセットでもいただけるんでしょうか。うん。なんかこの辺ちょっと地方都市っぽいな。100円屋。これ、ね、なかなかダイソーのライバル税込み100円屋。いいね。西武遊園地駅見えますね。これが西武多摩湖線になります。ちょうどその西武多摩湖線が発車しましたね。はい、西武遊園地駅です。はい、西武バスのロータリーはここになるんですね。ちょうどこの西武多摩湖線のホームのところ、ここはやっぱり西武バスのね、展開所っていうかなってるみたいですね。ここから小平駅とかそういったところね、出ておりますね。本当だ、西武はこっちなんだ。だからこの多分バスロータリーもあれじゃないですか。交通広場ができたらそっちに移動するのかなと思いますね。こんなだって狭いところでバス止めてありますからね。こんななんかデルタ地帯みたいなところに。ね。北口からですね、西武多摩湖線のところですね、横をちょっと歩いてきたんですけど、国分寺で言えばボクシング世界チャンピオンの輪島功一でおなじみの団子の輪島がございます。こちらの団子の輪島、ちょっと今日やってないの残念ですね。ですね、みたらし団子は結構ね、人気だそうで、こちらは輪島功一さんが店頭に立つことはほとんどないかなっていうね、感じなんですけども、輪島功一さんのですね、団子屋さんというのがね、ここにあるんですね。団子の輪島、ぜひちょっと営業してる時に行きたいですね。はい。で、一応ここにもですね、言葉書いてあります。練習は根性、試合は勇気って書いてありますね。はい、今、シティタワーウエストですね。シティタワーウエストのデッキをちょっと歩いてるんですけど、こういった形でね、国分寺駅、正面に見えますと、このセレオ丸いですね。これは繋がっております。駅ですね。あとJR 系のホテルメッツも隣にあります。こういった感じでね、右手がこのミーツになってまして、この上が、シティタワーなんですね。で、この右手側にも、なんだか雑貨屋さんがあります。文房具も売ってるのかな、なんかちょっと変わった感じの、雑貨屋さんあります。で、こっちの右側行くと先ほどのね、交通広場になっておりますね。はい、あとここはですね、なんだっけ、ブルッペだっけ、このブルドッグの絵の下ね、ところ、こちらは結構見かけますよね。タピオカのスイーツなんですけど、ね、タイガーミルクティー。今度は南口の方ですね、行ってみたいと思います。こちらはね、セレオと、丸いが入っているビルでございまして、ここはですね、右手側が丸い、左手がセレオといったテナント構成になってまして、ロフト、ユニクロ、無印、エビシマと入ってますね。セレオの、お店としてはね、こういった感じで、まあ、それぞれ、まあ、一通りっていうかね、だいたい主要なところ入ってるかなと思います。ね。はい、セレオ。B1 階からですね、食遊館、地下はね、丸いのデパ地下になるんですけど、こういった形でね、5階までが丸いの併設されて、で、それから上はユニクロ、無印、ロフトの島っていうことですね。ここの8階の紀ノ国屋書店は結構大きい書店になりますので、はい、それではセレオ丸いのところから今度は南口の方ですね、行ってみたいと思います。こちらの南口の方はですね、坂が多いエリアとなります。さっきの北口の方はですね、比較的平坦でしたね。ちょっと小上がりっていうかね、少し坂はありましたけど、南口ほどではありません。というのもやっぱり地形が関係してきているんですね。ちょっと地形のお話をどっかでしようかな。そうですね。はい。
こちらが国分寺駅南口の駅前広場になります。ちょっと地形的なお話をしますとですね、ここの目の前ですね、滝久保通りっていうのがですね、この西国分寺の方に繋がっているんですが、ここですね、急坂あります。滝久保通りを通って西国分寺行こうとすると、ジェットコースターみたいなね、坂がありまして、ジェットコースターみたいにこう谷底みたいになってましてね、谷底をこう、思いっきり坂を下ってまた上がると。それを上がるとですね、武蔵国分寺の方に行けるんですけどもね、そういったね、坂あります。で、この正面のところも、まっすぐ行くと国分寺街道、繋がっていまして、国分寺街道っていうのはですね、玉川上水から府中の欅並木通りを結ぶ街道でございます。欅並木通りに関しましては、私の府中の動画ですね、ぜひ見てみてください。この正面の道に抜けていくと、国分寺街道に行きます。はい。で、こちらの左手側ですね、坂を降りていきますと、東京経済大学のですね、武蔵小金市の方に行けます。で、なんでそうやって坂が多いかというとですね、武蔵野台地と多摩川が関係しています。かつては武蔵野台地の南側に多摩川が、ね、ございまして、今も南側多摩川あるんですけど、多摩川が武蔵野台地を削っていきましてですね、崖みたいのができたんですね。それがですね、まず一つ目の崖で国分寺崖線と言ったりします。またさらにですね、多摩川で侵食して削られて崖ができたんですね。それが立川崖線と言います。で、立川崖線を越えるとですね、今度多摩川になりますので、例えばその多摩川とか東京競馬場の方から、国分寺方面行くとね、その段丘の様子がわかると思いますね。あとは、立川に行く日野橋とかですね、あそこら辺も、ずっとですね、立川からこう進んでいくとね、こうだんだんと坂があるのがね、わかるかと思うんですけども、そういった形で、立川崖線と国分寺崖線っていうのがあります。で、こちらの国分寺崖線は、武蔵村山からですね、大田区の丸子橋というところまでですね、ここの国分寺崖線というのが続いております。で、崖線があるっていうことはね、要は坂があるということなんですね。坂のお話をしましたけどね、こういった感じで、この東京経済大学の方はこの急坂があるわけでございますね。ですので、国分寺駅から東京経済大学まで歩くのね、行きは下りでこう行けるんですけど、帰りはね、上り坂で結構しんどいので、東京経済大学ね、通われる方はちょっと覚えておくといいと思います。はい。大体凱旋があるところっていうのはね、緑が豊かで、あと湧き水も湧くんですね。崖のところから。そういった意味合いで、例えば重慶で言うと、成城とかですね、田園調布、双子玉川ですね。そういったところは結構高級住宅街で有名ですけども、そこをずっと国分寺崖線があるんですね。国分寺崖線は多摩川に沿ってありますので、そういったやっぱり崖線沿いっていうのはね、環境もいいところなんで、そういったね、高級住宅街っていうのもあるっていうのを一つ覚えておくといいかなと思います。はい、ちょっとですね、国分寺の案内マップっていうのがありましてね、で、ちょっと説明忘れたんですけど、そもそもなんで国分寺かっていうところなんですけどもね、これ奈良時代ですね、天然痘とかね、飢餓とかね、そういった飢饉が起きましてですね、それをね、鎮めるためにね、国分寺っていうのは、ね、聖武天皇の命令で、建立されたわけですね。で、ここの武蔵野国に位置するこの国分寺市とか、このエリアなんですけども、武蔵国分寺っていうのがですね、西国分寺駅の南側にあるんですね。ここの図で見ますと、ここは西国分寺になります。で、ここが武蔵国分寺ですね。後になりまして、武蔵国分寺自体はですね、このブバイガーラの戦い、私、ブバイガーラの動画で紹介してるんですけどね、そこの北条氏と、新田義貞の戦いによって消失してしまったんですね。なので今跡地としては残ってるんですけど、ただここの、門のところはね、綺麗に残ってますので、そこはちょっと見どころスポットかなと思います。はい。で、あとですね、先ほど、ちょっとこの辺まで行ったんですけど、日立中央研究所ってなります。で、こちらはですね、東京都国分寺市東小学部、ここがですね、野川のですね、源泉なんですね。野川というと世田谷区をずっとね、流れているかと思います。成城学園のところとかですね、ずっと野川っていうのが、流れておりまして、小金井市を経て、調布、狛江、世田谷といった形で、双子玉川の兵庫島というところまでね、野川がね、ありますけれども、そこの源流がね、日立中央研究所の庭園になります。で、こちらの中央研究所なんですけどね、一般人は入れません。なので、源流見たくても入れないんですね。ただ、季節によってはオープンしている時もあるんで、その時は野川の源流をね、ここ見ることができるかなと思います。はい。で、このマップなんですけれどもね、各地のところ、この姿見の池とかですね、
いろいろ書いてあるんですけど、遊水地でもあるんですね。国分寺は先ほど説明した通り、国分寺外線がございますので、遊水があちこちあります。例えばこの、今説明しましたこの日立中央研究所のね、庭園とか、あとはですね、殿ヶ谷庭園、ここにも湧き水がありますね。殿ヶ谷庭園の湧き水とか、あとはこの東福寺、西国分寺の、この辺りですかね。ここの辺りにも、湧き水があります。あとはですね、お鷹の道っていうのがありまして、お鷹の道。そうそう。ここですね。姿の池の湧水群っていうのがありまして、国分寺というのはね、湧水群が、代表的なところですね。今説明したんですけど、ありますといったところになりますね。はい。で、さっき説明した滝雲通りの坂っていうのはですね、ここですね。南口からここの、すごいんですよ、この坂。外線はハケって言ったりしますね。武蔵野の方言でね、ハケとかママとか言ったりするんですけど、そうですね、ハケの道っていうのがあります。ハケの道は小金井の中村美術館というところの川沿いにありますけどね、そういったところもね、ハケなんて言ったりします。だから、国分寺、小金井とか立川エリア住んでたら、やっぱり、ハケとか外線といった言葉はですね、多分そのうち、いろんなところ耳にするかなと思います。はい。で、こちらのね、殿ヶ谷庭園って書いてますね。こちら唯一のですね、国の指定する名称でございます。殿ヶ谷庭園。こちらちょっと入り口まで行ってみましょうかね。せっかくだと。はい。で、あとですね、国分寺駅南口からはリムジンバス出てます。羽田空港行きのね、バスがね、出てるんですね。見えますでしょうか。ここですね、羽田空港って書いてますね。で、成田空港はないんですかっていうところですけど、成田空港行きのバスはですね、国分寺が成田エクスプレス停車しますので、そうすると、ね、成田までバス出しちゃうとエクスプレス乗ってくれなくなっちゃうんで、なので成田空港行きのバスはね、ないものだと思われます。はい。はい、こちらの殿ヶ谷庭園はね、有料になりまして、一般150円、になります。はい、こちらの殿ヶ谷庭園でございますけど、ここはですね、先ほど申しましたけど、武蔵野台地の暖気を生かしてですね、ちょっと起伏に富むような、こういった庭園っていうのがですね、回遊式庭園っていうのがここにございます。こちらの殿ヶ谷庭園の元々なんですけども、こちら、満州鉄道とか衆議院議員だった、方がですね、庭園を作られまして、その後、三菱の岩崎さんがですね、こちらの庭園を買ったわけでございますね。ということで、岩崎県のですね、湯島とか清澄白河とかあるんですけども、そういったところに並ぶこちらのね、殿ヶ谷庭園でございますね。はい。庭園としてましては、こちらですね、弁天池あります。あとこのね、このもみじ亭、これが結構いいんですよね。こう休憩にもおすすめなんですけどもね。はい。中は結構ね、広いんですけども。ここからね、入り口になりまして、中入ってきます。どうしよう、入りましょうかね。はい、ということで、早速じゃあ、殿ヶ谷庭園入ってみましょうか。はい、殿ヶ谷庭園の歴史ありますね。僕がさっき説明したと同じかな。江口さんですね。江口貞恵さんが、この地に別荘を構えて、随園と命名しました。その後に、岩崎さんが別荘を変えておりまして、和洋折衷の木造に建て替えまして、庭園建築として、もみじ亭を新築するとともに、国分寺外線下方の湧き水及び園地を結んで、回遊式臨泉庭園を完成させましたということになりますね。回遊式臨泉庭園といえば、この間見ました、双子玉川の庭園もそうでしたね。はい、芸術上のですね、価値が高く、風景を最もよく景観を残しているということから、こちらですね、国の名勝に指定されましたということで、確か清澄白河のね、清澄庭園より先に、こちらが国の名勝の指定になったかなと、思われます。はい。じゃあちょっとのんびり歩いていきましょうかね。今日はもう真夏日で、外気温も35度あるんですけど、意外となんか、涼しげですね。この辺はやっぱりもみじがあってですね、紅葉シーズンには非常に綺麗にこう色づくと、思われます。はい、萩のトンネルにね、富士の棚があるということで、ちょっとトンネル通ってみましょうかね。富士がちょっと咲いた時はこう綺麗なトンネルになるんでしょうか。
崖と湧水になります。ここから下に見える傾斜地は国分寺崖線と呼ばれ、多摩川が武蔵野台地を削り取ってできた断丘の連なりです。さっきちょっと説明しましたね。地下水が地表に湧き出しているところあり、これはハケと呼ばれているんです。これが、武蔵野の方便でございますね。ハケっていうのはですね。で、次郎弁天池にその清水を見ることができますということで、これは、湧き水の、国分寺周辺の湧き水の一つでございますね。はい。あとは、向井神社にもね、湧水っていうのはあります。向井神社のちょっと奥の方行ったところにありまして、その湧水っていうのはね、集められて野川に、至るわけですね。美しい竹林が見えてきましたね。やっぱりこの辺りですね、国分寺崖線ということで、こういったちょっとですね、段丘みたいなね、地形をした回遊式庭園になっております。はい、こちらからは、池と湧水用の景観を楽しむことができますね。ちょっとせっかくなんでね、見ていきましょう。だから世田谷区を流れる野川っていうのは、やっぱりこういった国分寺エリアですね。こういった湧水を集められて野川にね、至っているということで、双子玉川で野川ね、流れてるんですね。こちらが国分寺殿ヶ谷庭園の湧水源となっております。この水源は国分寺崖線、ハケが生み出す大地の生命の水です。縄文人もここで喉の渇きを癒しておりましたということで、1分間に37リットル湧水量があります。水温は年間を通して15度ということで、夏は気持ちいいですね。冷たい。やっぱ15度ぐらいですかね。肌感覚。はい。ここから湧き出てるの分かりますでしょうかね。はい。この湧水がですね、こういった感じで、池としてね、形成されてます。小さな滝がありますね。ここの滝の上には、先ほど紹介しましたもみじ亭があるんですかね。はい。やっぱりこういったちょっとね、断壁みたいな感じの崖みたいになってるのは、国分寺崖線の特徴を示しているとも言えるでしょう。鯉が元気に泳いでおりますね。いっぱい集まってきました。はい。ちょっと、餌を持ってないんで、ごめんね。せっかくなんか、みんな鯉たちが遊びに来てくれたんですけど、もう、ちょっと餌持ってないや。中央線の駅地下ながらもこんな自然がありますよね。そういう素晴らしい庭園がありますね。この上が小休止できるところになってます。ここからちょうど眺める景観っていうのが、この池のところですね。素敵な眺めです。国分寺駅南口ロータリーから見ると、こういった形ですね。丸いセレございます。あとですね、こちらの多摩総合医療センターバス乗り場の近くには、ステップスというビルがございます。こちら、マルエツが深夜2時まで営業しておりまして、他には、居酒屋デニーズといった、飲食店もですね、中に入っております。はい。深夜2時までマルエツ営業しているのはね、結構便利かなって思いますね。それではこの南口方面をちょっとね、ぶらりしてみましょうか。焼肉屋とか、あとは、パチンコですかね。あと、ここのスタ丼。ここのスタ丼は結構、元祖なスタ丼で、昔からあるスタ丼ですね。ちょっと、何号店か忘れちゃったけど、心まで折れずに頑張りましょう、国分寺。この奥に見えます、もりもりとしたところはさっき言った殿ヶ谷庭園でございますね。で、あとこちらのですね、団地の前なんですけども、ここはですね、殿ヶ谷庭園のですね、隣に位置しております、公園になりまして、ここは私の座れる休憩場所検索というですね、サイトでね、紹介してるんですけども、ここはですね、なんて言ったかな、殿ヶ谷庭園の
隣にある。ここはだから無料で入れるんですね。こっちの方は緑がですね、木々に囲まれたところで、ベンチとか、ありますので、国分寺でちょっと、座って休みたい時とか、あと急いでお弁当食べたいなって時はこう覚えておくといいですね。結構駅から近いところにあります。先ほどもちょっとね、申しましたけど、やはりここもですね、急な坂がございます。こっちの方行くと国分寺街道になりまして、明星高校明星中学っていうのがですね、府中刑務所の近くにあるんですけど、ちょうど国分寺駅南口からですね、明星学校行きのバスがたくさん出ておりますので、そこのバスがですね、この国分寺街道を通ってですね、行くわけでございますね。ここも急坂です。ここもちょっとした坂になってますね。はい、じゃあ西国分寺側ですかね。国分寺駅からちょっと西国分寺駅側ちょっと歩いてみたいと思います。この滝久保通りですね。ここは松屋三省堂書店があったりとか、ここも結構いろんなお店がごちゃごちゃしてるんですが、居酒屋、ラーメン屋、そばどころ。いいですね。ちょっとだから、お鷹の道とかね、後でちょっと紹介するんですけど、そういう史跡行く前にちょっとお蕎麦食べるのいいかもしれないですね。はい。この辺もちょっとお店も少しずつ変わってきてますね。この辺は、とんかつ屋さんとか、あとはネットカフェ、とかですね。韓国料理の店とかあります。うん。あとココイチ。あれはなんだろう、パンダの絵が描いてタピオカ専門店か。タピオカ専門店とか、あとは、こっちの方にもちょっと、焼肉屋とか居酒屋とか、そういうのがね、ちょっと集まってるかなっていった感じですね。ホテルとかあるの。一応ここの道からですね、お鷹の道、真姿で行け遊水郡、武蔵国分寺跡って行けるんですね。これまっすぐ行ったところです。あとこの事務用品の山水道。これ結構昔からありますね。もう20年ぐらいやってるんじゃないですかね。うん。文具用品山水道。あと欧風カレー工房スプーン。ありますね。煮込みチキンカレー。欧風カレーですね。見てください、この急坂です。ここ結構坂きついんですよ。で、またね、ちょっとこの下ったところ、この辺りでまたギュンってまた上がるんですよ。ここだから結構辛くて、電動自転車のことはスイスイ言ってますけど、押してる方もいらっしゃいますね。あと、このまっすぐ行くと、リオンってなりましてね。リオンっていうのは、さっき国分寺のリオンホールってありましたけどね。ネーミングライツはリオンが取得したんでしょうか。ちょっとね、丸井の、すぐ近くですけど、栗坊主。無臓器。ちょっと裏手が来てますね。この辺はガールズバーか。リラクゼーションですね。ラケットショップ富士まだありましたね。懐かしいな、ラケットショップ富士。はい、ここがセレオのね、駐輪場になりますよね。自転車で国分寺来た時はここに止める形になるかなと思います。はい、ちょっとこういった感じでね、駅前周辺をちょっとぐるっと回ってみました。
それでは国分寺駅南口のこの一里塚第二交差点の近くにおりますが、ここのブックセンター伊藤のとこ、さっき殿川店につなぐ坂道、ここを下ってきたわけでございますね。ここからちょっとお高の道と言われるところまでね、行こうと思います。ここ武蔵国分寺跡とお高の道というのがありまして、地図上でいうと今現在地にあります、野川が近くにありますね。ここがですね不動橋と言われるところみたいですね。はい。これが、野川でございます。こちら野川ですけれども、先ほど説明した通り、日立市央研究所にある池がですね、水源になりまして、そこから国分寺街線のね、各湧水を集めてね、流れる野川でございます。こちらは二子玉川の兵庫島まで繋がっておりますね。鯉もたくさん、泳いでおりまして、元気な姿をね、見ることができます。はい、こちらが野川にかかる不動橋でございますね。で、ここには不動明がありますね。石橋供養塔の由来って書いてますね。不動橋は以前石橋でした。おそらくこの供養塔が作られた頃に石橋になったのでしょう。石橋供養塔は常に人に踏まれている石橋を供養する意味と、石橋を渡って村内に疫病や災いが入り込むのを防ぐ意味がありまして、あ、そういうことですか。で、庚申塔ということですね。不動明王と刻まれておりますが、いつ誰が、作ったのか不明です。この石にちなんで現在の、橋を不動橋としましたって書いてあります。ということで、こちらの不動明王がですね、ここの、不動橋の名前の由来になっているわけでございますね。はい。こういった形でずっとね、野川が、続いてきます。ここのちょうど不動橋のところはベンチがパーゴラありまして、いいですね、これね。ちょっと、お高の道に行くときの休憩にぴったりだと思います。水百選、お高の道、川ニナを取らないでくださいという書かれておりますね。こちらね、川ニナっていうのがね、いるんですよ。綺麗なね、川にしかいない川ニナでございますけど、もう少し触れ合えるところも先行くとね、あるかなって。まあ、川には取っちゃダメなんですけどね、見て鑑賞を楽しむところができるかなと思います。あと、ホタルの住む川っていうことで、そうですね、ホタルもいらっしゃるんですね。結構、野川沿いっていうのはホタル、ね、見られるっていうところありまして、例えばそうですね、野川公園のところなんかそうですね、クジラ山、あの辺りは、ホタルが見えるような景勝地もね、あります。それでは夏のお散歩と題しまして、お高の道までね、ちょっと行ってみたいと思います。途中、このフクロウ茶屋が見えてきましたね。フクロウ茶房でございますでしょうか。ちょっと寄り道していきましょう。こちらはですね、平日は5時まで、祝日は6時まで営業してます。オールカフェって書いてありますね。うららちゃん、らいちゃん、大子の葉づく、わしみみずくとかですね。結構このフクロウ茶房っていうのは、いろんな雑誌でも取り上げられてるみたいで、フクロウに会えるところみたいですね。コーヒーでも飲んでゆっくりしたいんですけど、時間がですね、結構迫ってまいりまして、ね。お高の道までなんとか行きたいなと思っております。この辺はでも静かな住宅街ですね。国分寺から600メーターぐらい離れたところなんですけど、こう坂を下るとですね、静かな住宅街が広がっているといった形になりますね。歩いてる途中にですね、茶々日和っていう、日本茶のカフェもありましたね。こう一軒家でございますでしょうかね。このテラスのところで日本茶のカフェやってるみたいですね。はい、こちらが国分寺おなじみのお高の道でございます。はい、それではお高の道に着きましたので、ちょっと歩いていきましょうか。お高の道、江戸時代の寛年元年に国分寺市内の村は尾張徳川家のお高場に指定されておりまして、村人の生活に多くの影響を与えてきました。外泉の湧水を集めて野川に注ぐ清流沿いの小道はいつの頃かお宝道と呼ばれ、昭和47年、48年に国分寺市が遊歩道として整備されたものでございます。
こちら今、国分寺駅から南下してって、ここの不動橋を渡り、こう少し住宅街に縫ったところに今おります。じゃあ、ここからね、歩いていきたいと思いますね。ホタルがね、住むお高の道、川に名を取らないでくださいということでありますね。ちょっと、取りはしないんですけど、いるのかな？カニのでしょうかね、こちら。お散歩続けていきたいと思いますね。ここはなんか、のどかな感じで、のどかな感じでいいですね。ここもちょっと階段で下れるところがありまして、とても水の透明度が高くて、やっぱり湧き水だけあって綺麗ですね。まだここから先も、続いております。ホタルの住む川。なんか涼しいですね。今日、外気温35度なんですけど、すごい涼しいです。こうやってなんかトポトポ散歩するのいいですね。やっぱり国分寺は自然豊かなところだと思います。こういう小川の遊歩道っていうのも、国分寺小金井市っていうのは、ちょこちょこ見られまして、ね、このお散歩に適したところもね、結構あります。こう、雑木林の道って書いてありますね。姿の池。右側になります。素敵なこの湧水群、見えてきましたね。とても綺麗なこの、透明度の高いですね、湧水。これをちょっと楽しみながらお散歩できます。ちょっとこの辺はやっぱり水遊びしたいですね、今の時期ですとね。こういったところの岩のベンチでもね、ゆっくり遊べますね。日暮らしが鳴いてますね。国分寺駅からちょっと歩いたところでこんなね、素敵なスポットがあると。癒されます。ここはなんか蔵みたいなのありますけど、野菜、牡蠣とか売ってるんですかね。東京都指定名所、真姿の池湧水群なんですね。昭和60年に名水百選に選ばれまして、水路沿いの散歩道と池周辺に複数の湧水があることから、お高の道、真姿の池、湧水群と名付けられたそうですね。で、多摩川の流れで削ってできた国分寺外線の下から湧き水が出ております。この辺りは水口88カ所という言葉があり、多くの湧水源がありました。四国88カ所巡るみたいな感じですね、お遍路のね。しかし、都市化などにより枯渇したり埋め立てられた結果、湧き水の量も少なくなってきています。真姿の名の言われは、約1000年前の平安時代、玉作り小町という女性の病気が国分寺の薬師狙いの霊言で作り、元の姿に戻ったことによって伝えられております。はい。こちらの池の方を見てみましょうか。すごいこの透明度が高いですね。やっぱりね。錦鯉が元気に泳いでおります。はい、ちなみにですね、こちらの、真姿の池の湧水群、ちょっと触ってみましょうか。さっきの殿ヶ谷庭園とどっちが冷たいかなと思いまして。こっちの方が冷たいですね。殿ヶ谷庭園の湧き水よりこちらの方が冷たいです。これ気持ちいいわ。
気持ちいい。これ飛び込みたい。もう、真夏の散歩で今めっちゃね、汗かいてるんで。いいですね。ちょっとじゃあ雑木林なんか歩いてみましょうかね。よいしょ。ああ、こんな自然豊かなところ、国分寺いいですね。雑木林の道って書かれております。これは一体どこに通じるんでしょうか。なんか山道出ましたね。あ、武蔵国分寺公園あります。はい、ここはですね、武蔵国分寺跡深く港って書いてありますね。この場所の地下には幅3メートルのね、水が保存されてますって書いてありますね。お高の道行ってきましたけど、国分寺駅、西国分寺両方1キロぐらいのところにあります。武蔵国分寺跡はですね、西国分寺の街歩き動画で紹介したいと思いますので、今日はちょっとですね、お高の道と、あと、ちょっとこの武蔵国分寺公園の外観だけ見て終わろうかなと思います。結構ですね、武蔵国分寺公園広いものでして、ね、滝久保通りでこう、分かれておりますね。この公園は旧国鉄の中央鉄道掛けの跡地を利用して作られた公園でございますね。武蔵国分寺跡や高野道、真姿の池など名称旧跡が残っております。これすごいなんか植物が芭蕉すごいですね。あ、広いこの芝生のエリア出ましたね。あ、すごい、こんな広い公園が国分寺にあるんですね。あ、これはいいですね。子供連れの家族とか、ここでピクニックしたりね、ボール遊びしたり。あ、こんな素敵な公園があります。多くの方に親しまれている武蔵国分寺公園でございます。このベンチ素敵だな。この角度良くないですか。はい。ということで、国分寺駅、北口から南口までぐるっと一周していました。いかがでしたでしょうか。ということで、国分寺駅はですね、JR 中央線の優等列車すべて停車する駅でございまして、新宿方面も30分ちょっと、東京方面も50分以内ということで、電車1本でですね、東京の副都心、都心方面にアクセスできるといったそういったロケーションに位置しておりますが、国分寺ですね、商業施設もですね、丸い資料3つといった形で、だいぶ開発がね、進んできておりますね。はい。で、あとは、名所の、殿ヶ谷庭園とかですね、あとは、お高の道ですね。この辺はやっぱり有数群がたくさんありますので、国分寺海線というとやっぱり刷毛のところですね、湧水とか緑とかそういったところはね、豊富なエリアでございますから、非常にですね、そういった見どころスポットがね、あるといったところで、国分寺駅の紹介でした。一つデメリットを挙げるとすれば、やっぱり南口側の国分寺海線に起因する坂ですね。どうしても急坂っていうのが多い街になりますので、そこを共有できるかどうかになります。はい、それでは私運営しております国内発のですね、座れる場所をまとめた座れる休憩場所検索とか、あと街の住みやすさを検証しておりますファインドマイタウンというサイトを運営しておりますので、ぜひ概要欄から遊びに来ていただけると嬉しいです。またですね、この街歩き動画のモチベーションアップのためにもですね、お手数でなければチャンネル登録、高評価、いいねいただけますと非常に嬉しく思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、また次の動画でお会いしましょう。はい、今日は長い間ご視聴いただいてありがとうございました。はい、それではさよなら。